はい、皆さん、こんにちは。今日は6月末ですね。今月、お金関連でいろいろあったなぁと思うので、それについてお話ししたいなと思うんですが、まずは5月末ですけども、外国人の在留資格の更新の手数料の上限の引き上げっていうのが可決しましたね。在留資格を更新する手数料が今は1万円なんだけども、これを10万円、永住権の申請、許可は30万円に上げるっていうことで、結構大幅に上がったなと思いました。政治とかそういうのいろいろ抜きにして30万って高いですよね。サラリーマンの1ヶ月分のお給料だなと思って、30万払うのって結構大きいなって思いました。私の夫がですね、2年前かな、永住権申請しまして、今は持っているんだけども、その時もし30万って言われたら高いなって思います。払うけど。だから、これもね、新しいシステム、制度の導入とか、それですごく審査とか手続き系がスムーズにね、なればいいなとは思いますけども、今ってすっごい時間かかるじゃないですか。申請もそうだし、直接入管行ってね、やって、そこから降りるのもね、すごい時間かかりますよね。で、あとは、さっき決まったっていうのをニュースで見たんだけども、在留資格ではなくって、来る際のビザですよね。ビザの手数料っていうのも値上げすることに決まったみたいですね。1回限りの入国は3000円から1万5000円に上がって、複数回入国できる場合は6000円から3万円になるということで、これは日本に来るのに1万5000円もしくは3万円。私も中国行くときにビザを何度も申請してましたが、でも1万とかはかからなかったですね。毎回数千円で忘れちゃったけど、でも手数料の他に正式な写真が必要なので、そこでも毎回数千円払ってた記憶がありますが、こういうニュースね、いろんなことがあってですね、こういうふうに、これは外国人に関する手数料ですけども、それ以外もね、日本人であってもいろんなものの手数料だったり税金が値上げしたりとかいろいろあります。今月は6月なので、国民健康保険とか住民税ですね、決まって追加で払う人とかいたりとか、これからの金額が決まったということで、私も今は、個人の事業主なので手紙が来ました。私はまだまだ全然なのでね、そんな高くはないですけども、やっぱり売り上げが高い人ほどこれが高いということで、この時期になると SNS で結構つぶやかれてるのを見ますが、もうやばいっていう、つまり売り上げが高くて利益がたくさんあるということですよね。それはいいことだけども、結局出ていく金額もその分すごく膨れ上がってしまうので大変だっていう、本当にそれは私も思います。売上とか少しずつ年々上がっていってるんだけど、支払う金額多いですよね。だからしっかり税理士を入れて、そういうところはですね、お金に関する管理ですね、経費とかやっていく必要があるなと思いました。これやっぱり大事なのって、調査が入るので、自分で判断してこれは経費って、それ自分で申告する場合って、すぐにわからない、これが
正しい申請なのかって、私やったことないので分かってないんですけどっていうのを聞いて、だから後から結局これは経費として認められませんってなっちゃうと、また追加で払うものも出てきたりするので、それちょっと怖いなって思いました。やっぱり大きな金額をボンって払わなきゃいけないってなると、ちょっと怖いじゃないですか。だからローンがあったりとか、そういういろいろ仕組み制度があったりするんだけども、毎月の保険料とかね、税金も私もすごく増えた。払えないってほどではないんだけども、毎月たくさん出ていくなって思いながら過ごしております。そういう感じでお金のニュースとかね、いろいろありますけども、私の考えとして、お金が出ていくんであれば、その分仕事を頑張ればいいと思っちゃうんですね。私は安定してるサラリーマンじゃない分、やらなかったらお給料が減るし、やったらお給料が入るっていう仕事をしているので、大変だったら仕事頑張ればいいとか思っちゃうんだけども、それでも追いつかないぐらいの支払いがどんどん膨れ上がっていきますけども、ライフステージとかもいろいろあるので、働き方も見直さなきゃなと思っております。今は自由に働いて好きなことをして、ただもちろん毎日毎日自由に適当にやってるわけではなくって、その日にやらなくてはいけないことがたくさんあったりするので、新しいお仕事もどんどん増えていってますし、その分自分の発信っていうものも少なくなっていかないように、そこは工夫してやっていってますが、それでもまだまだ自分のやりたいことを全部できる、やるって難しいなって思います。多分全部できてる人っていないんじゃないかなって思います。これやりたい、あれやりたいって仕事の話でいろいろあると思うんだけども、全部やることってやっぱりできなくって、優先順位をつけてやっていく必要がありますよね。今月に関してはいつも通り動画編集とか SNS のお仕事をして、あとは自分の YouTube だったり、ポッドキャストだったり、発信をしてっていう、大きく変わらずですね。ただ、先月かな、カメラを買ったので、それ関連の仕事が今月新しく増えまして、というかいただきまして、いろいろ企画とか立ててますが、やっぱりなんか自己投資ですよね。そういうのすると、それ以上になって帰ってくるなっていうのがビジネスだなと思います。勉強もそうだし、機材とか何か仕事で必要なもの、投資するか迷うと思うんだけども、私も結構迷っちゃうタイプで、高ければ高いほど本当に必要かなとか思っちゃうんだけども、思い切って投資をすると大体返ってくるかなと思います。闇雲にいろんなもの、スクールとかそういうの投資した方がいいっていうわけではないんだけども、そういえばもう一個ニュースとして、今月ですよね、SNS スクール会社逮捕されましたよね。結構たくさん。要は騙してたっていうことですよね。やっぱり無形商材って言って目に見えないサービス、商材っていうのは売るの簡単じゃないですか。それをあげる、納品するのも簡単だけども、それの効果を目に見えるようにするっていうのは難しいですよね。買う側も責任はあるってなっちゃうんだけど、でもやっぱり騙す方が悪いので、でもそこも今回は逮捕されたけども、同じようなスクール、ビジネスってたくさんあって、結構本人たちは別に騙してるつもりはないんだよね。詐欺してるつもりはなくって、サービスに自信はあるし、だからこそ高額で。でも、
それを買って結果が出るかはわからない。私友達にも相談されたことあるんだけど、SNS のスクール、家で働けますみたいな。多分80万とか90万とかかな。これどう思うって言われて、で、そこに書いてあったのは、1ヶ月頑張って勉強したら月100万いけますって。それが本当だったらめちゃくちゃいいじゃないですか。自己投資が100万近くかかっても、それでいっぱい頑張れば、2ヶ月目以降は毎月100万、100万、100万ってね。それはもう本当だったら最高ですよね。100% 本当じゃないんでね。毎月100万稼げるなら全員それやるんで、100万稼ぐって本当に大変なんですよ。100万、100万ってよく聞く。言うのは簡単だけども、100万稼ぐって本当大変だなって思いました。会社員で月100万っていうのももちろん難しいじゃないですか。個人で働くと上限がないから会社員よりは稼げるんじゃないかとか、稼げるは稼げるんだけども、人によりますけどね。やっぱり個人で月100万って本当に大変ですね。だからこそそういう宣伝とかで月100万とか書いてあると本当にありえない。でもそれが100万がどれぐらい大変かってわからないと騙されちゃうのかなって思いますね。本当に月100万稼ぐっていうことはその100万円分の価値を提供しているっていうことですからね。100万円分の価値って結構すごいんですよ。なので、そういう悪徳な宣伝、スクールとか商材には騙されないでほしいなと思います。本当東京って息してるだけでお金がかかるとかよく言われているけども、東京に限らず税金高いところとか、家賃高いところ、駐車場代高いところとかたくさんあると思うけども、まあその例えもあながち間違いではないなと思ってます。最初の話に戻るけども、永住ビザ申請で30万とか、あとはビザ取得で3万円とか、冷静に考えたら高いじゃないですか。それで申請がスムーズになったりとか、あんなに並んだり待ったりする入管じゃなくなればいいんですけどね。やっぱり世間は動いていくので、いつまでも同じっていうことはないので、何においてもそうなんだけども、ここで環境のせいにしたりとか、誰かのせいにするんじゃなくって、自分はどうするのか、これからどう生きていくかっていうのを常に考える必要があるなって思います。今回の外国人向けの政策だけじゃなくって、いろいろと動いてるじゃないですか、世間は。そういう時に矢印を自分に向けていくことが大事だなと思いました。こういうのを自責思考、自分に責任を置く。その逆が多責思考って言って、自分じゃない他人とか他のものですね。それって考え方の違いで、自責思考になるから政策が変わるとか、多責だと変わるとか、そういうわけではないんですよね。もうどう思っても周りは変わっていっちゃうので、そこで自分自身も変わっていく必要があるなと思います。だって自分一人がそういうのを動かせるわけはないから。だから選挙に行こうとかいろいろ言われてるんだけども、それでも変わっていってしまうんですよね。いい方に変わることもあると思います。でも人にとっては悪い方に変わることもあると思うんだけども、そこが特に私は常に自責思考で行こうとか思ってるわけではなくって、昔から常にそうなんだろうなっていうふうに思うんですけども、何かあった時にね、すごく落ち込んだりとかするんじゃなくて、じゃあ自分はどうするかっていうのをいつも考えてます。
じゃないと、どんどん周りのせいで落ち込んでしまうし、どうしようもないことでずっと悩んでしまうので、考え方っていうのを変える必要があるなと思います。仕事においてもそうで、何かうまくいかなかったとか、クライアントさんに怒られたとか、視聴者に怒られたとか、嫌なコメントが来たとか、それを相手のせいにするんじゃなくて、自分に向けることが大事だなと思って、もちろん嫌だったらそれを削除したりブロックすればいいだけで、相手はなんでこう思うんだろうとか、嫌だなとか落ち込んだりとかしなくていいと思います。でも自分が悪い場合もあるけどね、そういうのもあるから自責思考って大事だなと思います。環境のせいにしたり、他人のせいにしたり。でも、しょうがないんですよ。自責思考になれない人、多責思考の人は、育てられ方とか、幼い頃の環境でそういう思考になってしまうので、その人が悪いというよりかは、やっぱりその人の環境、それは多責になってしまうんだけども、そのマインドを変えるってすごく大変なんですね。考え方を変えるって簡単じゃないから、多責思考の人が自責思考になるってすごく難しいなって思います。私が今業務委託を受けて働いてる会社さんありますけども、私と一緒に働いてるわけではないんだけども、そこに属してる人たちって見えるから、チャット一つにしても、クライアントさんのメッセージ一つにしても、自分は悪くない。悪いのは返事が遅いクライアントさんだ。とか、自分は悪くない。引き継ぎが遅かったから、これが遅れるのはしょうがない。っていう人がやっぱいるんですよね。それは違うなって思います。その中で自分はどうしていくかっていうのを考えて、そこが自分は悪くないです。悪いのは相手ですとか悪いのは誰ですってずっと思ってる人って、どんどん人が離れていっちゃうなって思います。これは本当に真理というか、そうなんですよ。自分は常に何ができるか、それが時間の関係上とかスキルの関係でできない時があったら、それは前もって言えばいいだけ。で、しかもそれがお金をもらっているっていうお客様だった場合、そういうマインドでいないとお仕事って続かないし、単価も上がっていかないなって思いました。これは私も自分への戒め、自戒としてですね。こういうふうに私は思って仕事をしてきたなぁと今改めて思います。だからこそ、これ自慢とかじゃないし幸せな悲鳴なんですけども、お仕事の依頼が止まらないんですね。泣く泣くお断りしたこともあります。その選択の連続なんですよね。これってもちろんいいことなんだけども、やらないことも選択、すべてやるイエスということがいいことじゃないじゃないですか。引き受けることによって誰かに迷惑をかけるかもしれない。クライアントさんだったり、一緒に仕事をする仲間だったり、そこを考えて判断の連続でしたね、今月は。私が暇じゃないからこそこういうお声が来るんだなと思ってます。暇イコール仕事がないイコール求められてないということなので、暇じゃないんですよね、私は。これもだから忙しい時に言われてもできないよとか、今忙しすぎるからとかじゃなくって、忙しいから来るんだ。忙しいからどんどん自分に使命が来るんだって思った方がいいですね。それを誠意を持ってお断りすることも大事だなと思います。でもお金のためだけじゃなくってね、私だから言ってくれてるんだって思うときは引き受けますし、私もお仕事ちょっとセーブしようって毎月思ってるんですよ。で、結構工夫してるんで、本当休みは多くなったんですね。一日丸々休みはないけども、一日もう朝から夜まで徹夜して働くとかそういうことは一切なくなったんで、たくさん寝てるんで最近。寝すぎですね。本当に寝すぎ。
寝すぎなのかな、夜寝るのが遅いからしょうがないかなとは思うんだけども、現実的な話をすると、しっかり売上経費管理しまして、ちゃんとした範囲でですね、節税をして、なんとか余裕のある暮らしがしたいなとは思ってます。もう余裕なんてないんですよ。本当にない。売上たくさんでも月末に出ていくお金が多すぎる。それが怖い。私やっぱお金をたくさん入ってくる、たくさん払うっていう体制がないんですね。だからもう毎月怖いんですよ。怖い言っててもしょうがないんでね。いい風に捉えると長所ですね。これは私は本当に慎重、真面目、繊細なので、だからこそ時間がかかってる部分もありますね。そういえば今月いい本読んだんだよな。多忙脳っていう、そんなような本がありまして、それについては顔出しのポッドキャストで話そうかなと思います。そういえば私、今月、自分のポッドキャスト一つ編集したんです。サッカーの動画。自分の話し方が分かりづらいのと、結構喋り方の癖がうざいなと思ったんで、改めたいと思います。やっぱり自分でやると分かりますね。すごく良かったと思いました。これからもたまに自分で編集もしたいなと思います。はい。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。